ようございます。ケンです。今日は12月のテスラを1ヶ月まとめて振り返っていきます。まず最初にはっきり結論からお伝えします。12月のテスラで一番重要だったのは株価が上がったことでも値引きでもありません。テスラを見る評価軸。これが完全に切り替わった1ヶ月だったという点になります。もし今も今月は何台売れたのか、欧州の販売台数がどうだったのか、この視点だけで12月のニュースを追っていたとしたら、正直かなりちぐはぐに見えたと思います。値引きのニュースが出る、販売減の話が出る、規制や調査の話が出る、普通に考えれば不安材料が多い月です。でも株価は大きく崩れない。むしろ評価は維持され、場合によっては引き上げられる。正直よくわからない。そう感じた方も多かったと思います。でもこれは市場がおかしいわけではありません。僕たちの見方がまだ一段古かっただけなんです。今日はこの動画でなぜ12月のテスラが分かりにくかったのか、そして12月を通してテスラが何の会社として見られ始めたのか、この点を一本の線で整理をしていきたいと思います。まず最初になぜ12月のテスラニュースはここまで分かりにくく感じたのか、ここから整理をしていきます。12月はこんなニュースが同時に出ていました。モデル Y の値引き、欧州での販売減、FSD をめぐる規制や調査の話、それでも株価は大きく崩れない。これを時系列で追うと、どうしてもいいのか悪いのかわからない月になります。ですがここで一度立ち止まって考えてみてください。本当にこれはテスラが不調なサインだったのでしょうか？もしテスラがただの自動車メーカーで将来性が見えず技術的にも行き詰まっている会社だったとしたら、販売減、規制、調査、この3点が出た時点で株価は大きく崩れていたはずです。でも実際はそうはならなかった。ここに12月の本質があります。ここで一つとても大事な言葉を整理します。それが評価軸です。評価軸っていうのはこの会社を何で判断しているのか、その基準のことです。これまで長い間テスラは自動車メーカーとして評価されてきました。販売台数、利益率、成長率、こうした指標が主な評価軸でした。だから値引きっていうのは需要減ではないのか、販売減っていうのは成長が止まったのではないのか、そういう反応が出るのは自然なことです。でも12月を境に市場が見ているものは明らかに変わりました。今市場が見ているのは EV が何台売れたかではありません。見ているのは AI、FSD、自動運転、ロボタクシー、つまり現実世界を AI で動かせるかどうかという一点になってくるんです。ここが評価軸の決定的な変化です。12月のテスラは EV を何台売る会社ではなくって AI が現実の道路や社会で通用するのか、その検証フェーズに入った月でした。だから値引きも販売減も規制の話も全てが主役ではなくなった。主役になったのは FSD がどこまで現実世界を理解できているのか、ロボタクシーがどこまで社会実装に近づいたのか、その一点です。ではここからは12月に起きた出来事を時系列ではなく意味で整理をしていきます。まず一つ目は技術の意味です。12月 FSD に関しては様々な映像やアップデートが話題になりました。雪道での走行、逆行での判断、複雑な市街地での挙動、ここで重要なのはうまいとか速いとかそういった話ではありません。重要なのは整った世界ではなくって現実世界で成立しているかどうかです。雪で白線が見えない、信号が見えづらい、道路状況が刻一刻と変わる。こうした状況はシミュレーションではなく人間が日常的に直面している現実です。12月の FSD はこの現実を前提に落ち着いて判断しているように見えました。これは運転支援の延長ではありません。現実世界を理解し、判断し、
行動する AI に近づいている、そういったサインなんです。そして次に値引きや低価格モデルの意味です。12月、モデル Y を中心に価格調整やインセンティブが目立ちました。これを売れていないから値引きをしていると見ると判断を間違ってしまいます。12月のテスラが優先していたのは1台あたりの利益ではありません。どれだけ多くの車がどれだけ多くの時間、現実世界を走っているのか、つまり稼働する車両の母数なんです。FSD やロボタクシーの世界では台数が増えれば増えるほどデータが増え、AI が賢くなり、ネットワーク効果が立ち上がります。12月の値引きは弱さではなくスケール前提の投資なんです。そしてこの考え方は12月を通じて一貫していました。ここまでが12月前半から中盤にかけて見えてきたテスラの意味の整理です。では、ここからなぜ12月は悪材料が出ても評価が崩れなかったのか、この点を整理していきます。12月は販売減のニュースが出ました。規制や調査の話も出ました。普通の自動車メーカーであれば、これだけで評価っていうのは大きく下がります。ですが、12月のテスラは違いました。それはなぜか、市場が見ていたものがすでに今月の販売台数ではなくなっていたからです。市場が見ていたのは将来どこからキャッシュフローが生まれるのか、その構造でした。ロボタクシーは車を売って終わりのビジネスではありません。1台の車が毎日走り何年も稼ぎ続ける。つまり製造業ではなく運用モデルです。この構造が見え始めた瞬間から販売台数のブレっていうのは以前ほど重要ではなくなります。12月、市場はテスラを製造業として評価する段階を静かに通過しました。これが悪材料が出ても株価が崩れなかった最大の理由です。次に評価軸の転換が出来事として可視化された瞬間についてお話をしていきます。12月下旬、サンフランシスコで大規模な停電が起きました。この時、ウェイモのロボタクシーは一斉に停止をしました。一方で同じ街、同じ時間帯でテスラの FSD 搭載車は通常通り走行していました。ここで重要なのはどちらが優れているとかそういった話ではありません。重要なのは設計思想の違いです。ウェイモの自動運転は高精細マップ、通信、都市インフラが正常に動いている世界を前提にしています。言い換えると、整った世界で最適化された自動運転です。一方、テスラの FSD は違います。信号が壊れても、通信が切れても、その場の状況を見て判断する。これは人間の運転に非常に近い考え方です。人間が運転できる世界なら AI も運転できる。この思想の違いが停電という非常事態ではっきりと可視化されました。市場がここで気づいたのは、自動運転っていうのは完璧な都市を前提にすると止まりやすい。でもカオスな現実世界を前提にすると止まりにくいという事実です。この差は将来決定的になります。次に FSD そのものの進化についてです。12月 FSD のバージョン14が話題になりました。この FSD のバージョン14について、ある専門家は物理的チューニングテストを通過した AI だと表現しました。簡単に言うと、横に乗っていて AI が運転していることを意識しなくなるレベルという意味になります。これはもう運転支援ソフトではありません。現実世界を理解し、判断し、行動する AI です。さらに重要なのは、テスラはソフトウェアだけで戦っていないという点です。12月、逆行、いわゆるサングレア問題に対して、テスラは特許を出願しました。多くの AI 企業はデータとアルゴリズムだけで世界を理解しようとしています。ですがテスラは違います。光の反射、太陽の角度、物理的な制約、こうした現実世界のノイズをハードウェア側から潰しに行く AI、ハード、量産、この3つを同時に回している企業はほとんど存在していません。だからこそ簡単に真似ができないんです。では、ここからはロボタクシーの社会実装について見ていきます。
12月、ヨーロッパと中国で非常に対照的な動きがありました。まずはヨーロッパです。テスラは派手なデモを一切していません。都市部ではなく、地方、公共交通が弱く、高齢化が進む地域。そこで、この技術があると、生活がどう変わっていくのか、これを丁寧に見せています。速さでもなく、派手さでもなく、役に立つかどうか。これは規制の厳しいヨーロッパを攻略する上で非常に正しい戦略です。一方で中国です。テスラ中国はロボタクシー関連の求人を静かに出しました。派手な発表はありません。ですが、停電圧系、回路、基盤設計、これは実験段階ではなく、実際に動かす前提の準備です。中国ではできる直前まで語らない、そういう文化があります。だからこそ、この静かな求人はとても重たいサインです。ヨーロッパでは社会需要フェーズ、中国では実装準備フェーズ、地域ごとにフェーズを分けて同時並行で進めている。これはグローバルロボタクシーを本気でやる企業の動きです。はい。ということで、ここまでを踏まえて、12月を一言でまとめます。12月のテスラは、未来の話をする会社から、社会に入り始めた会社になりました。だからニュースがちぐはぐに見えた。評価軸が変わった今、販売台数や短期の数字は主役ではありません。主役は FST の完成度、ロボタクシーの社会実装までの距離、そしてそのスケーラビリティです。では、そういったことを踏まえて皆さんに問いかけたいと思います。今、皆さんはテスラを車の会社として見ていますか？それとも現実世界を動かす AI の会社として見ていますか？この視点の違いでテスラのニュースの見え方は大きく変わります。今後は販売台数の見出しよりもどこで何が静かに進んでいるのか、そこを見てみてください。そうするとまた違った世界観が見えてくると思いますし、僕も今後はそういった世界観でテスラを語っていきたいと思います。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。株式会社エコファクトリーの輻射熱の体感会、冬の会の日程が決まりました。ぜひ真冬の輻射熱、床暖房とはまた違う暖かさの次世代技術を体験してみませんか？過去ですが、やはり建築関連の方が興味を持たれていらっしゃるケースが多いです。または不動産関連です。やはり断熱性の悪い建物を電気代を下げつつ温めたり冷やしたりする技術に興味を持たれるケースが多いです。実際に建築関連の方でエコファクトリーのエコウィーンを取り扱い始めてくれる社長さんもいます。なので、ぜひエコファクトリーの技術を取り扱ってみたかったり、商業施設に導入したい方に特におすすめです。個人宅にもおすすめですが、イニシャルコストの回収となるとオフィスなどの方が早いと思います。販売実績はかなり多くて、体育館への導入、学校、クリニックなど導入実績っていうのはホームページの方にありますので、ぜひご確認いただけたらと思います。そしてぜひどんな感じなのか、これは体感しないとわからないところではありますので、ぜひ体感をしてもらいたいと思います。ではその日程なんですけれども、1月23日の金曜日、これはエコファクトリーの熊本支社で行います。福岡からは一緒に行きましょう。車は僕が出します。熊本空港まで来られる方は空港からの送迎をいたします。時間は10時から15時ぐらいまでを予定しています。そして2月9日の月曜、エコファクトリーの東京支社で行います。東京は定員は10名です。時間は10時から12時を予定していて、その後近くでランチして解散です。僕も朝一で行きます。東京の方は残り6名となっております。参加希望の方は僕の LINE より問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。